今回の動画では徳島から福岡県の新門司まで約 340km オーシャン東急フェリーのフェリー四万十に乗船しておよそ15時間の船旅となります。どうも皆さんこんにちは、ともにと申します。ということで今回の船旅は徳島県にある徳島駅からスタートします。この動画の撮影日は6月なんですけれども、梅雨なんてものは最初からなかったと言わんばかりの晴天模様で、外にいるとじんわりと汗をかいてくるような暑さです。私あまり徳島県のローカル事情には詳しくないんですけれども、バスの運行が栄えている地域なんですかね。駅前のロータリーはバス停でいっぱいですね。ということで本日乗船するオーシャン東急フェリーの徳島港に向かっていくんですけれども、徳島港まではこちらの6番乗り場からバスが出発しております。ちなみに徳山と和歌山を結ぶ南海フェリーを利用する際にもこちらの6番乗り場から出発しているバスに乗ることで港に向かうことができます。私は徳島からではなく和歌山から徳島に向かって南海フェリーを利用させてもらったことがあるんですけれども、その際の旅の様子は概要欄に URL を載せておきますのでぜひご覧ください。ということで徳島港行きのバスが来るまで少々バス停で待つことにしましょう。5分くらい待ったところですかね。徳島港行きのバスが到着しました。駅前のロータリーを走っているバスがあまりにも多いので、待っている間あれかなあれかなといったようなフェイントを何回も勝手に食らってしまっておりました。そんな余談を挟みつつバスに乗車。料金は大人1人当たり250円となります。現金しか使えないので人によっては注意が必要ですね。定刻の1時20分にバスは出発。徳島駅から徳島港まではおよそ30分。思っていたよりも多くの人がバスに乗っていましたので、オーシャン東急フェリーは人気だななんてほのぼの感じていたんですけれども、乗客の大半は途中の競輪場で降りてしまい、徳島港に到着した時には乗客は私一人だけとなっておりました。ということで30分後の1時50分徳島港に到着しました。早速本日乗船するフェリー四万十の姿を見に行きましょう。ということでこちらがオーシャン東急フェリーのフェリー四万十となります。スペックはこんな感じ。船名の四万十という名前の由来は高知県を代表する川である四万十川から名付けられたそうです。また船体側面のラインカラーなんですけれども、こちらは高知県の花であるヤマモモの実をイメージした赤色となっているようですね。赤色がメインカラーとなっているフェリーって珍しいなとも思いますが、いかがでしょうか。もし思い浮かぶフェリーや船がありましたらぜひコメントしていってください。ということで船の外観もたっぷり堪能することができましたので、ターミナルの中に入っていきましょう。乗船時にはターミナルでの乗船手続きが必要になるのですが、今回私はウェブで予約をしておりますので、こちらの自動発券機でサクッと手続きを進めていきます。発券手続きを進めているとすでに乗船が開始されている旨のアナウンスがありましたので、急いで乗船口の3階へ移動。スタッフの方に乗船券を確認してもらい、いざ
フェリー四万十に乗船です。さあ行くぞ。ということで、こちらがフェリー四万十のオーシャンプラザ、いわゆるエントランスホールですね。とても居心地が良さそうな空間が広がっておりますが、まずは本日利用させていただくお部屋に向かっていきましょう。こちらが本日利用させていただく B20 という大部屋になります。最大で16人が利用することができるフェリー四万十では一番大きな相部屋となります。等級は一番下のランクである2等洋室。部屋の中に入ってみると、今のところ他には誰もいないようですね。今回は部屋の一番奥の上のスペースを予約することができました。ということで、早速このチャンネル恒例の部屋紹介と行きたいところではあるんですけれども、出港の時間が間近に迫ってきておりますので、まずは出港の様子を見に行きましょう。フェリー四万十の展望デッキは旅客エリアから一つ上の階にあります。扉を開けてみると、眩しいくらいの晴天と広々とした展望デッキが広がっておりました。さすがに眩しすぎたので、私ともにここでサングラスを着用。街中だと少し恥ずかしさもあり、なんとなく使うのをためらってしまうサングラスですけれども、使ってみると本当に目が楽になるんですよね。最近は男性でも日傘を使っている人もいて、私も気になったので日常で使ってみたんですけれども、日傘があるのとないのとでは暑さの感じ方が全然違いますね。紫外線による体力消耗半端ないですからね。ここ最近の猛暑を乗り切るのにサングラスと日傘、とてもおすすめです。と、そんな余談を挟みつつ、下の方を見てみると、ちょうどトラックが搬入されているところでした。そんな様子を眺めつつ、少し暑いですが、出港の時間を待つことにしましょう。定刻通りフェリー四万十は徳島港を出港しました。ここから新門司港までおよそ15時間の船旅の始まりです。出港の定刻時間はお昼の2時20分なんですけれども、バスが到着したのが1時50分頃だったので、30分しか時間がないんですよね。結構バタバタした乗船となりますので、今後乗船する予定がある方はあらかじめそのあたりを心に留めておくといいかもしれません。さて、少し後方にバックしたところでフェリー四万十は旋回を開始。新門司港へ向けて船の向きを変えていきます。旋回を完了した後はひたすらに前へ進みます。あっという間に先ほどまでいた徳島港フェリーターミナルの姿が見えなくなってしまいましたね。ということで、出港の様子も堪能することができましたので、船内に戻っていきましょう。船内に戻るとクーラーがガンガンに効いていて、熱くなっていた体にひんやりとした空気がとても心地よかったですね。ということで、お部屋に戻ってきました。さすがに他の利用客も一人くらいはいるだろうと思っていたんですけれども、なんと部屋の中には誰もいませんでした。16人部屋を貸し切りというこのとても贅沢な状況。テンションを上げるなっていう方が無理ですよね。貧乏症の私ともににとっては、スイートルームを使用する時以上にテンションが上がってしまっております。ということで、先ほどはできなかった部屋紹介行ってみましょう。マットレスの厚みは
そこそこといったところですかね。個人的には問題ない厚みだと思います。その他の備品はシーツが2枚と感触がいい毛布、それに掛け布団となっております。枕は個人的には若干薄めでしょうか。表と裏は同じ感触になっているタイプです。枕側の壁にはライトとコンセント、それにちょっとした小物入れがあり、もちろんライトはオンとオフが切り替えられるようになっています。足側のスペースはこんな感じ。ハンガーが1つあるのとちょっとした物置が便利です。ちなみに余談ではありますが、ハンガーラックは折りたたみできるタイプとなっております。そして乗船時にはフェリー四万十の絵柄が入ったこちらの箱をもらうことができます。この箱の中身はティッシュなんですけれども、こういった相部屋だとティッシュはないことが多いので、意外とあると重宝するんですよね。そんなかゆいところに手が届くサービスをしてくれるオーシャン東急フェリーですが、ランクが低い部屋の宿命でもあるベッドメイキングは自分でする必要がありますので、パパッとしていきましょう。はい、ベッドメイキング完了です。毛布と掛け布団、この時期には暑いかななんて思っていたんですけれども、船内のエアコンが効いているためですかね、全然暑くは感じませんでした。そういうとエアコンの温度を必要以上に下げたんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、入り口にあるエアコンのリモコンは触っておりませんのでご安心ください。先ほどご紹介しそびれてしまいましたが、もちろんカーテンを閉めることもできますので、プライバシーもバッチリです。外から見るとこんな感じ。カーテンの柄が可愛いので、部屋の雰囲気を明るくしてくれるのがまたいいですよね。続いて大部屋の設備の紹介なんですけれども、燃えるゴミ、缶、瓶のそれぞれのゴミ箱くらいですかね。一応入り口の反対側には救命用具と扉があるんですけれども、これらは非常用の設備となりますので、使う機会が来ないことを祈りましょう。ということで部屋の紹介も終わったんですけれども、展望デッキで出港の様子を眺めてからまだ何も飲み物を飲んでいなかったので、実はめちゃくちゃ喉が渇いていたんですよね。ということでオーシャンプラザの自動販売機で炭酸水を購入。少し迷いましたが、せっかく大部屋が実質貸し切りの状態なので、このオーシャンプラザではなく部屋の方でゆったりのんびり船旅を楽しんでいきましょう。徳島港を出港してからおよそ2時間ちょっとが経過したでしょうか。夕食の時間帯までまだ少し時間がありますので、この辺りで船内の散策をしていきましょう。ということで私は今乗船した場所であるオーシャンプラザにいるんですけれども、案内図によるとこのフェリー四万十の旅客エリアは5階がメインとなっているようですね。オーシャンプラザは船の船尾側に位置しているんですけれども、その中でも一番船尾側にある設備から見ていきましょう。ということで今映像に映っているのはコインロッカーとペットルームへの出入り口。例えば飛行機だとペットもケージの中で身動きができずストレスになってしまいそうですが、フェリーだとある程度動くことができるので、ペットが感じるストレスも少なそうですよね。その隣にあるのは案内所兼売店です。どうやら今は営業時間外となっているようですので、また後ほど訪れてみましょう。そのままオーシャンプラザを左舷側に移動してみると、見つけたのはフェリーおなじみのゲームコーナー。
といってもフェリーシマントのゲームコーナーは少し小さめで、どちらかといえばスロットがメインとなっているようですね。そのまま左舷側の通路を進もうとすると、見つけたのはこちらのキッズルーム。キッズルームは靴を脱いで遊べるスペースがありますので、家族で乗船する方も安心です。そんなキッズルームを後にして通路を先に進むと、何やら広めなスペースにやってきました。こちらのスペースはリラクゼーションスペースという、ちょっと舌を噛んでしまいそうな名前のエリアで、座り心地のいい椅子とテレビがある第2のエントランスホールっていうイメージですかね。このリラクゼーションスペースには男性用、女性用それぞれの大浴場への入り口とコインランドリーがあります。コインランドリーがあるフェリーは決して珍しくはないと思うんですけれども、ドラム式洗濯機があるフェリーはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。よくある洗濯機と乾燥機がバラバラのタイプだと、途中で衣類の入れ替えをしなければいけないのでちょっと面倒くさいですが、このドラム式タイプだと楽でいいですよね。そんなコインランドリーの隣にあるのは自動販売機コーナー。自動販売機コーナー自体は先ほどのオーシャンプラザにもあるんですけれども、こちらは日用品を販売しているのが特徴です。ちなみに販売しているドリンクの種類も若干違うラインナップとなっております。個人的にはカルピスソーダが販売しているこちらの自動販売機の方が好みですね。そんなリラクゼーションスペースからさらに船首側に向かっていくと、広がっているのはフォワードロビー。このフォワードロビーからは船の前方の景色を堪能することができるようになっておりますが、安全運航のため夜間はカーテンが閉まってしまいます。とはいえ日中はふかふかのソファーで景色を楽しむことができますので、このスペースで船旅を楽しむのもまた良さそうですよね。また喫煙室は船内に2カ所、このフォワードロビーとオーシャンプラザに1つずつとなっております。ということで一通りメインの旅客エリアである5階の散策は終わりましたので、一旦オーシャンプラザに戻っていきましょう。船内の散策をした中であるものがないことに気がつきましたでしょうか。そう、このフェリーシマントにはレストランがないんです。じゃあ食事どうすんねんとなるかと思いますが、そこでオーシャンプラザにある自動販売機の出番です。テレビ番組でも紹介されているこちらのグルメ自動販売機で各自食べたいものを購入するシステムとすることでコストを下げて運行しているんですよね。こういったレストランの代わりに自動販売機で食事を提供しているフェリーは他にもありますが、中でも特に充実しているのがこのオーシャン東急フェリーだと思っております。もし他のフェリーの自動販売機の方が充実しているよってご存知の方いらっしゃればコメントにて教えていただけると嬉しいです。もちろん冷凍食品の他にもお菓子やカップヌードル、アイスにアルコール類など他のラインナップもとても豊富となっております。まだ夕食の時間には程遠いので、一旦展望デッキに外の景色を眺めに行ってみましょう。ちなみにこのフェリーシマントは日没後には展望デッキに出ることができなくなってしまいますので、展望デッキで夜の海を眺めたいという方は事前に把握しているといいかもしれません。ということで本日2回目の展望デッキにやってきました。出港時と変わらずに晴れてはいますが、先ほどと比べると日差しが若干柔らかくなっており、気持ちのいい暑さといった感じですかね。見ていただいたらわかる通り、波もとても穏やかで揺れもほとんど感じませんので、海風も合わさって
とても心地いい時間ですね。どうやら展望デッキには他に誰もいないようですので、この心地いい時間を独り占めしながら夕食の時間を待つことにしましょう。ということで、あっという間にお腹が空いてくる時間帯となりました。先ほどご紹介した自動販売機で食事を購入していくんですけれども、種類が豊富でなんだか迷っちゃいますね。しばらく迷っていたんですけれども、最終的にセールという文字に惹かれ、銀座カレーを購入することにしました。さて、購入した食事の調理方法というか温め方なんですけれども、各自動販売機にアルファベットが掲示されておりますので、そのアルファベットが書かれた電子レンジで温めていきます。今回購入した銀座カレーの自動販売機には D と書かれておりましたので、こちらの D の電子レンジを使用します。商品別に押すボタンが丁寧に記載されておりますので、誰でも簡単に迷うことなく温めることができるようになっておりますので安心です。ということで、購入した銀座カレー、いってらっしゃい。はい、おかえりなさい。思っていたよりも器が熱くなっており、片手で持てず苦労しちゃってますね。両手を使い、なんとか無事にテーブルまで持ってくることができました。ちなみにカトラリー類や調味料は電子レンジ横のスペースに置いてあるので、別途購入などはする必要がありません。ということで、本日の夕食、フェリー飯の銀座カレー、いただきます。はい、ごちそうさまでした。冷凍食品ではあるんですけれども、最近の冷凍食品ってこんなに美味しいのかと衝撃を受けるような美味しさで、あっという間に完食です。フェリー四万十に乗船するのは2回目なんですけれども、まだ食べたことのない料理もたくさんあるので、次回乗船する時の楽しみがまた増えてしまいました。ということで、食事も楽しんだところで、先ほどは開いていなかった案内所兼売店を覗いてみることにしましょう。とはいえ、大きさ自体は見ての通り小さめですね。売店では寄港地である東京、徳島、そして福岡のお土産やオーシャン東急フェリーのオリジナルグッズが販売しております。通常のお菓子やドリンクなどは自動販売機で購入することができるので、売店では販売していないようですね。もちろん私が普段集めている5000円は販売していますが、以前乗船した際すでに購入済みですので、今回売店では何も購入しませんでした。5000円も各船ごとに数種類ずつあればいいななんて思ってしまうんですけれども、それはちょっと贅沢ですね。そのまま部屋に戻ってもよかったんですけれども、窓から見える夕焼けがとても綺麗で、本日3回目の展望デッキにやってきました。見てください、この景色。水面に夕焼けが少しだけ反射していて、とても幻想的な雰囲気ですよね。なんていうか、こういうのをエモいって表現するんですかね。そのまましばらくこの絶景を堪能していたんですけれども、そろそろ日没が近づいてきておりますので、今度こそ部屋に戻ってリラックスしていきましょう。さて、だんだん夜も更けてきました。乗船の前に事前にスマホにダウンロードしていたドラマを見ていたら、あっという間でしたね。地上と船内で時間の流れが違うんじゃないかなんて感じるくらいなんですけれども、そんな話はさておき、そろそろ大浴場に向かいましょう。ということで、大浴場の入り口にやってきました。デカデカと
張り紙っていうんですかね。撮影禁止の注意書きがあります通り、大浴場の中は撮影ができませんことをご了承ください。それでは、いざ大浴場へ。さあ行くぞ。いやー、最高の時間でした。気になる大浴場の様子はこんな感じ。海が見えて開放感あふれるお風呂となっております。残念ながら今は夜なので外の景色はあまり見えなかったんですけれども、夕方とかに入ったら外の景色も見ることができて気持ちよさが倍増するのが容易に想像できちゃいますね。ということで、一度部屋に戻り身支度を整えた後はこのリラクゼーションルームでぐうたらしていくことにしましょう。お風呂上がりにはやっぱり飲み物が欲しいよなってことで、自動販売機で先ほど目を引かれていたカルピスソーダを購入。完全に個人的な主観なんですが、同じカルピスソーダでもペットボトルよりも缶で飲んだ方がなんだか美味しく感じるんですよね。ちなみにその缶を超える美味しさなのが瓶です。例えばコーラでもペットボトル、缶、瓶と3種類のコーラがあると瓶コーラが一番美味しいと感じてしまいます。こんな話をしていると視聴者様からどうでもいいわなんてツッコミが飛んできそうですが、何卒多めに見てください。ということで、新門司港への到着は明日の早朝5時35分。明日の早起きに備え、そろそろ休むことにしましょう。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。ちょっと二度寝しかけてしまったんですけれども、なんとか持ちこたえ起床することができました。新門司港への到着まで残り30分ほどという状況ですので、早速展望デッキに向かっていきましょう。空には少し厚めの雲がかかっておりますが、それでもオレンジ色の朝焼けは綺麗に見えていますね。そのままボケーっとしながら朝の心地いい空気を感じていたんですけれども、少しずつ新門司港の姿が見え始めてきました。新門司港といえばご存知の方も多いと思いますが、数多くのフェリーが発着している港でもあります。東京九州フェリー、名門太陽フェリー、阪急フェリー、そしてこのオーシャン東急フェリー。パッと思いつくだけでも4社の長距離フェリーが運航しているんですよね。船旅がお好きな方は推しフェリーなんてのがあるかもしれませんが、いかがでしょうか。私はどうですかね。人が少なくて居心地がいいという意味では、今回乗船したオーシャン東急フェリーが一番かもしれません。と、ここで船内アナウンスがあり、下船客はオーシャンプラザで待つようにと指示がありましたので、着岸の瞬間は見れなかったんですけれども、指示に従いオーシャンプラザに向かいましょう。ということで、一度部屋の荷物を取りに行き、オーシャンプラザに到着。新門司港から最寄り駅である門司駅、もしくは小倉駅まで、東京九州フェリーや阪急フェリーでは大型バスが運行しているんですけれども、このオーシャン東急フェリーでは相乗りタクシーで門司駅まで向かうことになります。料金は大人1人当たり440円。事前に船内の案内所で予約をする必要がありますのでご注意ください。そんなこんなで時刻は5時35分。無事に新門司港に到着したフェリー四万十からの下船が始まりました。ということで、ターミナルの前で待ってくれているタクシーに向かいましょう。大型のタクシーかななんて思っていたんですけれども、待ってくれていたのはよくある通常のタクシーでしたね。全員が乗車したところでタクシーは新門司港を出発。
ちなみにこの日相乗りタクシーを利用していたのは私含め3人だけでしたね。新門司港から門司駅まではおよそ20分ほどで到着となります。ということで今回の船旅はここまでとなります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとしたちょっと非日常な旅の魅力を紹介する動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。